吹雪をはじめとした特型駆逐艦は当時としては破格の性能を誇った傑作艦として知られていますが、平時であっても同型艦が24隻建造されたため、建造時期は長きに及び、同じ特型でも艦用が大きく異なっているのも特徴となっています。本日は特型駆逐艦の設計に迫りながら、艦用が大きく変化した理由にも迫っていきます。特型駆逐艦の一番艦吹雪は特1型あるいは吹雪型と呼ばれる分類の駆逐艦です。特型駆逐艦がなぜ強力な駆逐艦だったのかは、特型以前の駆逐艦である六月型や当時のアメリカ海軍の駆逐艦と比較すると分かりやすいです。特型は一見しても非常に近代的な設計である上に、単装砲が当たり前の時代の中で、六月型に比べても武装が大幅に強化されています。連装砲を採用したことで艦首と艦尾方向へ向けられる主砲の門数が大きく強化されただけでなく、救弾能力が改善され、連射速度や継戦能力などあらゆる性能が向上しています。さらに61産地3連装魚雷は1機増強されており、9本の魚雷での射線を達成しています。特型駆逐艦の魚雷発射管は当初、防波シールドがなく、また搭載されていた8年式2号魚雷は性能に不足があったため、イギリスのホワイトヘッド社から輸入した魚雷を拡大した90式魚雷が新たに採用されることになりました。90式魚雷は酸素魚雷ではありませんでしたが、開戦以降、特型駆逐艦の戦果の多くはこの魚雷によってもたらされました。そして武装だけでなく、吹雪は船体の設計でも大きな進化を遂げており、吹雪の船体の高さは六月型よりも高く、さらに強いフレアが付けられているのがわかります。吹雪の船体は超船主浪船型と呼ばれており、高い両波性を誇っており、船の安定性を高めております。当時の吹雪の写真を見ると、船体の中央部にも明暗が分かれているのが確認できますが、これは船体のフレアカーブが艦の後方まで及んでいるためにできたものです。この長大なフレアカーブは重量を削減しつつ、両波性を向上させるという目的がありましたが、後の日本の駆逐艦では見られなくなる独特な艦艇尾は、特型の大きな特色として知られています。この洗練された設計により、特型は大型の5500トン軽巡洋艦よりも、好天時の艦隊随伴能力は良好と評価されているのです。当時の日本では艦船の設計についてはイギリスを模範していましたが、この特型駆逐艦は純日本式設計となった最初の艦といえるものでした。このような高い性能を誇りながら、基準排水量1700トンでまとめ上げたことは世界に衝撃を与え、計画主任を務めた藤本菊夫造船大佐の名声を高めることになりました。しかし、工芸作品のように切り詰められた船体の設計は、最適化と軽量化が過ぎた傾向があり、台風の中行われた演習中に、特型駆逐艦の初行きは船体の全部の切断、殉職者を多数出すという悲劇に見舞われてしまいます。この1935年に発生した第4艦隊事件は当初、日本の溶接技術の未成熟さに起因するものと考えられていましたが、後年では台風による波浪に対する船体の強度不足が大きかったと考えられるようになっています。この第4艦隊事件により、特型駆逐艦は船体の強度や復元性の強化などの改装が行われ、煙突をやや短くするとともに、船体の縁の部分、艦首楼ガンネルに広い範囲に丸みがつけられるようになりました。これは当時の写真でも確認でき、竣工時と改修工事後の特型駆逐艦を素早く見分けることが可能となっています。また、初行きは艦首を失ったため、大規模な修理を受けたことにより、船体の形状に違いが見られます。さらにわずかではありますが、主砲の設置箇所も後方となり、吹雪との相違点となっていきました。次にご紹介するのは、第3次ソロモン海戦で大戦果を上げたことで知られている駆逐艦綾波です。綾波は特2型と呼ばれる特1型の改良型に分類されており、特1型では完全に引き出せたとは言い切れなかった特型のポテンシャルをさらに発揮すべく、設計が洗練されていくことになりました。特1型と特2型の性能の大きな違いは環境上部に設置された包囲板照準装置の有無です。この照準装置により、特2型では全砲塔を統制して制御できるようになりました。また、主砲自体にも改良が加えられており、特1型とはかなり形状が変更されています。特1型の 12.7 産地砲は A 型砲と呼ばれるもので、
最大仰角は40度。球団には一部人力に頼っていましたが、特2型に搭載された B 型では全て機械を用いる手法に改められています。さらに最大仰角は75度に引き上げられ、対空戦闘を可能にしていますが、仰角を限界近くまで上げた場合に限り、装填速度が遅くなるという問題があったようです。この方は左右の方針を独立して制御可能でしたが、反面、重量はかなり増大してしまいます。このため、トップヘビーに起因する問題で水雷艇の友鶴が転覆事故を起こした、いわゆる友鶴事件の教訓を踏まえ、B 型砲塔は設計を改められることになります。この B 型回と呼ばれる手法は、仰角が55度に制限され、砲塔の高さも減らして重心を低くする改装が施されることになりました。しかし、B 型砲シリーズ自体は乗員に好評だったため、日本の駆逐艦はこの B 型砲をベースとして発展していくことになりました。特2型では雷装に変更はありませんでしたが、特1型では当初装備されなかった防波シールドが最初から装備されているのが特徴です。このシールドは当初ジェラルミンで製作されていましたが、海水で腐食するなど耐久性に問題があったため、後に鋼板によるものに変更されています。また、特2型では煙突周辺の設備にも大きな変更が加えられており、特1型と比較しても吸気口に大きな違いが見られます。この吸気口はボイラーに空気を取り入れるための設備でしたが、それまでの特1型のキセル型と呼ばれる吸気口では、好転時に海水が流入する恐れがあったため、特2型ではお椀型と呼ばれる形状の吸気口に改められております。特型の完成形ともいえる特2型は合計10隻建造されましたが、意外にも建造時期によって設備の差が多く、綾波、四季並みでは環境は吹雪と同様に丸みを帯びているのに対して、朝霧、夕霧、天霧、さぎりといった霧シリーズの艦は角張ったデザインのものに変更され、印象がかなり異なっています。また、おぼろ、あけぼの、さざ波、牛尾の環境は角張った部分に再び丸みがつけられ、環境の上部の形状が改められています。このおぼろ以降の特2型駆逐艦では、わずかに煙突が短くなっているなど、回収点が多いため、特に A 型と呼ばれることもあります。かなりややこしいのが、特型駆逐艦の中での波シリーズの4艦で、綾波と四季波は特2型、磯波は特1型となっていますが、浦波は工事の都合により、特2型の船体や煙突に、特1型の環境や手法が装備されるなど、両方の特徴を持つ艦となっています。このため駆逐艦浦波は分類自体は特1型とされる場合もありますが、独立した浦波型という呼称や特1回、あるいは特 1A 型とも呼ばれています。重量が増した特2型駆逐艦は、特1型よりも友鶴事件や第4艦隊事件の影響を色濃く受けており、改修工事により特1型と同様に竣工時の速力38ノットを発揮することは不可能となってしまいます。これは特型駆逐艦の限界を示すものでしたが、特2型は以降の日本の大型駆逐艦の標準となっていき、海軍の目標が実現するのは、夕雲型駆逐艦を待たねばならなかったと言われ、特2型の設計は10年先でも通用するものと評価されているのです。特3型は特型の最終型であり、暁、響、雷、稲妻の4隻が建造されましたが、同型艦とは思えないほどの大きな変更が加えられています。一目瞭然なのは巨大な環境で、特3型は魚雷戦能力を大幅に向上させるべく、特2型までは環境の後方にあった魚雷発射指揮所を丸々独立させて指揮所を新たに新設。これら指揮所の視界を妨げないように環境を多層式に改めるなど違法建築の様相を呈しているのがわかります。さらに機関は全面的に刷新され、ボイラー性能の向上も手伝い、4つの艦から3つの艦へ変更するなど機関の構成そのものが大きく変更されています。大型の煙突を必要としなかったことで、特3型は日本の駆逐艦の中では異質である。前方の煙突の方が細いという独特なシルエットを得ています。また特3型では空気予熱装置が搭載されていますが、これはボイラーの排ガスを使って吸気の予熱を行うというものです。現在では当たり前の技術ではありましたが、特型駆逐艦では2型のさざ波に試験的に搭載されてから既存艦への設置が行われ、特3型では標準装備となっています。
一連の機関の新技術の導入により特産型は重量の削減と燃費の改善に成功しており、機関全体では50トンも軽くなり、特型の唯一の欠点であった航続距離は 10% 程度伸びたとされていますが、機関の機嫌が悪い時はあまり差はなかったようです。また特産型ではそれぞれのボイラーが別の区画に収納され、左右の機械は独立した区画に隔たれるなどダメージコントロールを考慮した設計でしたが、被弾時にかえって傾斜を早めてしまうという欠点も指摘されたため、初春型以降は中央隔壁を設けない設計に改められています。このように駆逐艦としてさらに性能が向上した特産型でしたが、ご覧のように見るからにトップヘビーの艦用は友鶴事件、第4艦隊事件を通じて大きな問題とみなされてしまいます。ただ実は特産型では環境などの上部構造物の重量のバランスよりも新型機関によって船が軽量化されたことが危険性を高める原因とみなされてしまい、110トンという大重量のバラスト、重りを船体に追加することであえて排水量を増大させる措置が取られることになりました。ちなみに特1型は当初の計画よりも100トンほど機関が重くなってしまいましたが、この重量超過はかえってバラストの役割を果たしたため、結果的に特1型は回収点が少ない駆逐艦となりました。特産型の改善工事は他の特型に比べても大掛かりで、竣工時と改装後を比較すると環境については別の船のように一新されており、雷撃専用の独立した指揮所が廃止され、環境は小型なものに改められています。指揮所の縮小に伴い、改装後は3メートル測距儀付き94式射撃指揮塔が新たに搭載されているのも確認できます。船体部分では電制管を撤去した上で、艦全体の排水量を2450トンに増大させています。この代償として速力は35ノット程度に低下してしまいましたが、幸いなことに大型駆逐艦だった特産型は改装に耐える余地が初春型よりも多く、武装の削減などは行われませんでした。以上が特1、特2、特産型の見分け方とその詳細になります。特型駆逐艦はそれまでの駆逐艦をはるかにしのぐ性能を誇っていたため、特型はロンドン海軍軍縮条約で事実上の狙い撃ちにしたかのように制限の対象となってしまいます。その後の日本の駆逐艦は条約の範囲内で少ない排水量で特型と同等の戦闘力を持たせるべく設計を改めたものの、初春型、白露型は結果的に満足のいく性能にはならず、特型をしのぐ駆逐艦は陽炎型、夕雲型駆逐艦を待たねばなりませんでした。今回は特型駆逐艦の CG モデルのリニューアルが完了いたしましたので動画にしてみました。しばらくは連合艦隊の復元作業に注力して簡易的な動画中心にお届けするような感じになるかと思いますけれども、ご了承いただけますと幸いです。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せねせねせなら、バイバーイ。